こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はーい、KZ の注目モデル、PR2 が突如登場ね。どんなモデルっていうより、今までの PR シリーズと何が違うのよっていうとこが一番気になるんじゃないかな。そうよね、パッと見、あんまり変化ないもんね。まず目を引くのはこれかしらね。ああ、HBB さんとのコラボか。HBB さんがチューニングに関わったんなら、買ってみようかなってなるかもね。どんなチューニングになったんだろうね。それは後ほどってことで、外観とかの違いからさらっと見ていこうか。はいはい。パッケージ内容は写真の通りです。今回もメモリーフォームタイプのイヤピが装着された状態で梱包されてましたよ。推奨なんでしょうね。その他のイヤピは藤壺くんタイプなので愛はスルーです。ケーブルが、あれなんかグレード下がってるみたいね。販売価格に関係してそうね。だって PR1 Pro がリリースされた発売当時の1万円超えの価格よりかなり安いのよ。Amazon でクーポン使って5400円よ。ありの安いお店で5184円のとこもある。PR1 Pro は少し下がったとはいえ、そこまでじゃないし、どうなってるのかしらね。安くなったのは嬉しいけど、逆に今までの価格が疑問だよね。ケーブルはランク下げてるみたいだから、リケーブルして聞いた方がいいと思うわ。ただ、本体の音質が下がったとは思わなかったよ。この価格で KZ のプレイナーモデルの本命が出てきたら、他のメーカーは苦しいだろうね。後から出してきたのが、せめてもの情けか。それは良かった。質も下がってたら、ちょっとね。外観もちょっと変わったんじゃない？サイドも含めたフェイスプレートのデザイン、サイドの樹脂部分に HBB 印が入ったモデル名の印字。あと、ドライバーの配置というか、向きもちょっと変わってるみたいね。ドライバーは 13.2mm のプレイナーは同じ。改良点の詳細は上の通り。KZ の最多からの引用ね。それと、PR1 Pro より音量が取りにくくなってかね。ざっくり5デシベルぐらいで、SMSL M500 が1メモリ 2.4 デシベルぐらい違うんで、2メモリから3メモリぐらい上げて、PR1 Pro と同じになる感じだったね。スマホ直差しだと、ほぼ 100% のボリュームじゃないとリスニングレベルにならなかったから、DAC 経由にした方が無難だと思う。サイズ、重さはこんな感じ。PR1 Pro よりちょっと重くなってますね。厚みもわずかに PR2 の方があるような。ステムの角度がほんのちょっと違うかな。装着感は PR1 Pro と変わらないと思うんですけどね。あとは、PR1 Pro の時、フェイスプレートの素材が樹脂だって指摘があって、分解して切ってる動画も見たんですけど、公式では軽量合金カバーって記載あるんですね。今回も合金ダイカストシェルって記載されてました。壊して確かめてみれば？やだよ、もったいない。ジャックさんやりますか？やらない。このチャンネルは分解検証はやんないからね。ではサウンドチェックしましょうか。PR1 Pro との比較ですよね。そうだね、皆さんの一番気になってるところでしょうから。イヤピはメモリーフォームタイプ、ケーブルは PR2 バンドルケーブルで音収録しました。PR1 Pro を基準に音調整しているので、差分が分かりやすくなっていると思います。では始まるよ。音量上がるから気をつけてね。The wind it chills you right to the bone, and soon we'll say hello to evening snow. So what will you do when the air gets cold? Won't you quicken your steps and hurry on home? Don't you wanna get cozy with me? We'll dive into a reverie. Oh, don't you wanna get cozy? We'll sail across an ocean of sheets. Da, da, da.
サウンドチェックでした。前回の動画からサウンドチェックは少し長めにしています。これは何ででしたっけ？モデルの切り替えが早すぎると違いが分かりにくいからなんだよね。短い小節で切り替えるよりそれ以上の方が切り替えた瞬間の変化が大きく感じる。収録はその分時間かかるけど以前から気になっていた部分だから。収録にメモリーフォームタイプのイヤピを使うのも珍しいですよね。そうだね。KZ がそれを押しているなら乗っかろうと思ったのと、いつものように各種イヤピを測定してみたところ、メモリーフォームタイプのイヤピに似たものがあまりなくてね。だから収録はメモリーフォームタイプを使ったってわけ。でもリスニングは慣れてる単ジジム TAPB トレブルを使ったよ。ジャックさん、PR2 は音質的に PR1 プロとどう違うの？一番気になるところね。こうだよ。PR1 プロもそれ以前の PR1 ハイファイエディションに比べれば低域を抑えていたんだけど 500Hz へ向かっての減衰の傾斜が少し大きくなってるよね。つまりさらに低域を抑えてるようだね。不足感は特にないけど。だからこの辺りの減衰幅が最近のモデルに比べると結構大きめに見えるね。でも本題はそこじゃなさそうね。そうだね。次はここね。2.5 から8キロで2つのカーブが交差するあたりまでの出方ね。PR2 の方がこの帯域しっかり出してきたね。これは聞き比べればすぐにわかるところで。なんかその上の帯域の出方全然違くない？そうだね。全然違う。で PR2 を聞きながら PR1 プロとの違いをピックアップすると、ドラムのキックとベースのシンクロが感じやすくリズム全体が締まった感じ。スネアのスナッピー側は PR2 の方が目立つ。ドラム全体のパンチ力は PR2 の方がある。メロディーラインが前へ来る。分離低位感は文句なし。PR1 プロが空間の真ん中が少し空いた感じなのに対し PR2 は真ん中まで音が密に詰まった感じ。音の余韻を感知しやすい。10キロ以下で勝負してるのが PR2。明るさは PR2 だけど明るさの質感が違くて PR2 は太く明るい。PR1 プロは細く明るい。聞き疲れが早く来るのは PR2 のように思った。雰囲気としては PR2 の方がダイナミックドライバーモデルっぽい。10キロ以上の出方の違いでそう感じるのかも。ダイナミックドライバーのトランジェントの速いモデルといった感じ。なるほど、結構違うのね。そうだね。私は PR1 プロで結構満足していたんだけど、最近ダイナミックドライバーモデルを聞く機会が多かったんで、久々に PR1 プロを聞いた時にちょっと超広域の感じがきつかったのね。プレイナーモデルの特徴のようにも思えるけど PR2 はそこを HBB さんがうまく調整したのかなーなんて思ったよ。ただ優劣じゃなく好みの問題だと思うね。まだ KZ のプレイナーモデルを持っていない人に安いからといって絶対 PR2 がいいよって勧めるのもどうかと思う。まあ価格差もあって PR2 有利なのは間違いないけどね。ジャックさんはどっちが好きなの？私の好みを言ってもしょうがないけど PR2 だね。ただその理由が超広域を抑え気味にしたダイナミックドライバーモデルっぽいからっていう理由なんで参考にはならないと思うけどね。そうなのね。愛は微妙だな。 PR1 プロの繊細な広域の感じもいいですからね。ほらね、こういう意見もあるのよ。だからどちらも持ってない人はサウンドデモや波形見た上でご検討くださいって感じね。それから PR1 プロに満足してる人はあえて手を出さなくてもいいかもねって思ったよ。ということで KZ と HBB のコラボモデル PR2 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。